北極域研究センターの大塚夏彦と言います。北極って海も陸も人も住んでるし、自然環境も産業も工業もある中で、うちのセンターのいろんな先生方がその課題解決の研究をやってるんです。北極って今地球全体の平均より4倍ぐらい早く温暖化が進んでるんですね。だから地球の全体よりももっと早く社会がそういう環境変化にさらされて何とかしなきゃいけないという状況が早く来るんですね。だからそこの対処の方法を上手に準備できれば我々はその成果を使ってですね、上手に準備ができるだろうと。北極海を船で渡る航路として使えるかどうか、安全かどうか、あるいは環境に影響あるかどうか、そういったことを研究しています。ヨーロッパと東アジアの間の海上輸送距離がですね、4割ぐらい短くなるんですね。だからもしちゃんと使えるようになると燃料が少なくて済むし、輸送コストも少なくなるかもしれない、早く届けられるかもしれないというようなメリットが考えられるんです。もし北極海で事故が起こると大変なことになってしまうので、必ずしもですねいいことばかりではないと。衛星観測で海の氷を見て、で衛星で船の動きも見て、船が氷の中で、どんなふうに動いてるか、氷に阻まれて動けなくなった時っていうのを探し出して、それはどんな状況で起きたかっていうようなことを調べてます。何かデータがあったとか、衛星写真を撮ったとか、現地の人にいろんな情報をもらったっていう時に素直にそれをちゃんと解釈しなきゃなと思います。でもう一つはかといってそのある事実を盲信しちゃいけないなと思うんですよね。いろんな面があるだろうから、その2点を気をつけてますね。経済的にこの航路が成り立つかっていうような検討を例えば企業の人と一緒にやるとかですね、あるいは海外の関係者といろいろ議論しながらビジネスモデルみたいなのを検討したりといったようなことも、やってきました。文系も理工も一緒になってで北極の未来をちょっと考えてみないかっていう将来シナリオといいますか、そういうのの、解析も始めたところなんです。今特に北極ではそれをもっと実社会の人たちと共有してですね生かしていってもらわなきゃいけないという活動が非常に重要視されてまして、国際的な北極の、議論をする場に持っていって、提出して我々こういうこと分かりましたっていうことを広めてですね、で、これからどういうふうに管理していこうかとかっていうような議論に使ってもらうようにしています。北極海の氷ってですねやっぱりまだしばらくは減っていくと思うんです。でも2030年40年50年ぐらいには今よりはだいぶ減った形で安定していくだろうと。だからそういった北極になった時にどんなふうに北極を利用して北極の環境を上手に保全していくか、上手に利用していければいいなというのが目標なんですね。森林火災で最近もひどいんだよって言われたりとかですね、あるいは凍土が溶けてきて道路ひどいんだよねっていうようなところはもうずっと聞いてますね。北極のね気候変化が日本の熱波であったり、あるいは暖冬だったりものすごい厳しい冬であったりっていうのに結構影響するんですよね。北極のことはいずれこっちにも影響、あるいは今もうすでに影響が来てるから地球全体のこととして、考えていただけるようになればいいなと思うんですよね。その学問の分野にあんまりとらわれないで、必要な目的のために理系っぽいこともやらなきゃいけないし文系っぽいこともやらなければいけないっていう柔軟に取り組んでいってほしいなと思うんですね。で大事なことはやっぱり好奇心だと思うんですけどね。